はい、ゴイス部のマサです。今日はサブチャンネルを更新していきたいと思います。日本ではもうすぐ発売の26セルテート HD ですが、自分が在住しているオーストラリアでは1月下旬に発売されていち早く入手することができました。ファーストインプレッション動画を上げているので、まだそちらを見てない方はぜひ見てみてください。さて、今日はですね、26セルテート HD を購入検討しようか、それとも前作の24セルテート LT にしようか、はたまた24セルテート SW にしようかって悩んでる方向けの動画になります。ぜひ最後まで見ていってください。はい。ではまず最初にですね、価格について見ていきたいと思います。2026年1月27日現在の Amazon での価格はこんな感じになっています。24セルテート SW4000H が56,000で5000番も56,000台ですね。で LT4000C コンパクトで46,900台、 LT5000D で52,000円台で26セルテート HD の 4000C コンパクトボディですねが73,000円台で HD の 5000D が77,000円台ということで、こう見るとですね26セルテート HD の値段の上昇がねかなり目立つように見受けられます。で次はですねスペックについてちょっと見ていきたいんですけど、まず重さですね。24セルテート SW4000 は335、5000だと 345g で、セルテート LT4000C だと、コンパクトボディなんで 235g、LT5000D だと 290g で HD の 4000C コンパクトだと 255g の HD5000D だと 305g というところで、当然ね SW 機が、重い風になっています。ギアがね、肉厚になったりとかっていろいろあるんで、重くなってるっていうところは当然なんですけど、比較する部分としてはですね LT と HD だとやっぱりねメタルボディの部分が大きいので多少ね重さが増えていることが分かります。はい、次はですねドラグ値を見ていきたいと思います。各種、ほぼ12キロっていうところで SW の 5000H だけ、15キロっていうところになっているので、ほとんど全機種に関しまして4000から5000の間であれば12キロで SW の5000だと15キロっていうところですね。はい、次はですねボールベアリング数を見ていきたいと思うんですけど HD は12個で LT と SW は10個搭載というふうになっています。ボールベアリング搭載数何が変わるかっていうと巻き心地ですね。巻き心地のあたりが大きく変わる部分かと思います。なのでね、カスタムで、追加でボールベアリング入れるカスタムとかしてる人もいますし、そういった面で、ボールベアリング数が多いと巻きに、関わってくるところかと思います。ただ、ボールベアリングだと、塩紙とかでね、劣化することが多いので、その辺はね、気をつけないといけないんですけど、基本的にね、ボールベアリング数が多ければ多いほど、スムース、回転とかね、その辺に影響がしてくる部分になります。はい、次はですね、マグシールドの箇所をちょっと見ていきたいと思います。3シリーズすべてピニオン部分とラインローラー部分だけに、マグシールドが搭載されています。で今ちょっと画像が出ていると思うんですけど、ピニオン部分はですね、この部分がマグシールドに、マグシールドに覆われてるっていうか、マグオイルですね、が、搭載されていて、ここからね、水の侵入を防いでくれるっていうことになっています。で、ラインローラーの方はですね、ベアリングのところと隙間にね、マグシールドが搭載されていて、そこもですね、潮紙等の、予防につながっている部分になります。はい、次はですね、ドラグシステムについて見ていきたいと思います。26セルテート HD はですね、ATD タフというカーボンワッシャー製のドラグシステムになっていて、24セルテート SW も同様です。で、24セルテート LT に関しては ATD タイプ L というね、フェルトワッシャー製のドラグシステムが搭載されています。ただし、LT5000 だけはですね、カーボンワッシャー製が搭載されているみたいなので、24LT5000 に関しては ATD タフのドラグシステムになっています。ドラグワッシャーはね、このカーボンワッシャーなんですけど、品番を確認したら、24セルテッド SW と同じ型番だったので、同じね、ATD タフということで言えると思います。はい。で、今ね、見ていただいているのが、この ATD タフと ATD タイプ L の違いになってるんですけど、金属部分以外のところでですね、そこがフェルトなのかカーボンワッシャーなのかっていうところになっています。
で、左側が ATD タフでカーボンワッシャーですね。で、右側がタイプ L のフェルトワッシャーというふうになっていて、各、特徴があるんですけど、カーボンワッシャーの方だと、耐熱性が非常に高いっていうところでですね、耐久性があります。で、フェルトより初動がちょっと遅いっていうね、デメリットがあるんですけど、他にね、耐久性が求められるドラグシステムだと思うので、この辺はね、トレードオフになるかと思います。あとね、低ドラグ域のね、繊細さはフェルトに劣る部分があるかなっていうところです。逆に ATD タイプ L の方なんですけど、特徴、初動がとてもスムーズですね。で、低ドラグ域で使いやすいっていうところがあります。ただ、フェルトの方ね、熱に弱くて、劣化すると、ドラグが片付くっていうことがあるみたいですね。なので、ライトタックル向けですよね、タイプ L は。細ラインで、初動のね、ドラグでね、滑らかにドラグを出したいっていう場合の釣りに関しては、ATD タイプ L の方が向いているっていうところで、タフな釣りですね、ショアジギングとかね、ジギング、はい、その辺の、青物でドラグをガーッと出されるときはですね、ATD のタフの方が、向いているっていうところになります。なのでね、どちらも短所、長所があるので、どっちが優れてるかっていうことではないんですけど、行う釣りに関して、合うね、ドラグシステムを使うことになるんじゃないかなっていう感じです。で、今回ね、この HT は ATD タフが搭載されているので、頑丈、耐久性のあるドラグシステムになっています。はい、次はですね、ドライブギアの素材について見ていきたいと思います。260でと HD ですね、超々ジュラルミン製という、素材で、ドライブギアが作られていて、これはですね、24セルテッド LT も同様になります。で、1点違うのが24セルテッド SW ですね。こちらは G1 ジュラルミンというね、素材になっていて、G1 ジュラルミンですね、は超々ジュラルミンより20から 30% ほどね、強度が高くってですね、ソルティガにも採用されている素材なので、ここでね、SW 機としてのね、合成、タフさが、目立っている素材になっているみたいですね。なので、26セルテッド HD 合成っていうところでフルメタルボディっていうところではあるんですけど、ドライブギアの素材に関してはやはりね、ここは24セルテッド SW に軍配が上がるようですね。24セルテッド SW の方が、ボディが大きい分、ドライブギアが大きく肉厚になってるみたいなんですね。なので、24セルテッド SW の方は、ローターがですね、在音性っていうところで、HD と比べてそこでねちょっとたわみの発生する部分ではあるんですけど、ドライブギアに関してはG1 ジュラルミンがね採用されているので、その部分でのね強度たわみが、少なくなっています。逆に、セルテッド HD はね、オールメタルっていうところでローターがアルミにもなってますけど、ドライブギアの部分に関しては超々ジュラルミンっていうところで G1 ジュラルミンには劣るっていうね、ちょっとデメリットっていうか素材の違いがあります。じゃあそもそもその合成とかたわみとかっていうことは何なんだっていうところなんですけど、これ台湾のねホームページに書いてあったのをちょっとそのまま記載してるんで、それちょっと読み上げたいと思います。スピニングリールのパワーロスが生じる理由っていうところなんですけど、スピニングリールはドライブギアとピニオンが交差して噛み合っている構造上でですね、入力した力が必然的にハンドル軸方向に逃げようとするみたいなんですね。なので従来のスピニングリールはボディとボディカバーを小さな数本のネジで固定していたみたいなんですけど、ハンドル軸側に逃げる力を抑えることができずに、ボディのたわみや歪みが生じていたみたいなんですね。またこの高負荷のかかるギアも合成が足らなければたわみが発生してしまって、このボディとギアのたわみと歪みが引き起こすギア同士の噛み合わせのズレこそが、力の伝達効率の低下、ここですね。なのでいわば巻き上げ時のパワーロスを生じさせる原因になっていたっていうところみたいなんですね。これがスピニングリールの、パワーロスの生じる理由っていうところみたいなんですね。なので今回このねセルテッド HD で、ローターがアルミになったっていうことで合成が強くなっているっていうところが、たわみを抑えれることでギアのねたわみとかボディのたわみ歪みを抑えてパワーロスを少なく減少させましょうっていうところだと思うんですね。で、SW の方だと、ローター、在音性ですけどギアの方が G1 ジュラルミンということで、
超長ジュラルミンより20から 30% 強度が高いっていうところなので、ターミーをね抑えられ、歪みをも抑えられで、パワーファイトした時ね、ギアの摩耗に関してもその削れるとかね、そういうところの強度が高くなってるっていうような話になってると思うんですよね。なので今ちょっと SW の話になっちゃってますけど、SW のその在音性がっていうと、じゃあ次どこに行くかっていうと、ソルティガっていうような話になると思うんですけど、今回はねこのねセルテート SW、HD、LT の、比較っていうことでね話をしてるので、最終的には一番高いソルティガになるとは思うんですけど、性能的にはね。ただ、この3つの中でこういう違いがありますよっていうようなところで今話をさせていただきました。はい、という形で、SW、LT で今回発売される HD3 つのね機種の、大まかな機能の違いだったりとか、価格とかですねを、比較して、話してきたんですけど、いかがだったでしょうか。もうねすでにね HD を予約されてる方はもう購入という風になってると思うんですけど、これからね発売していってどうしようかなっていうところでね悩まれてる方の、参考になればと思います。今一番言われてるのがですね、価格の部分ですね。SW と見ても約2万円違うので、2万円っていうと大きいですよね。であとこれは個人的にはあまり気にしてない部分なんですけど、一部の人がですね、セルデット HD が、メイドインチャイナになったっていうところで、結構懸念されてるっていうね、SNS 上の、コメントをよく見ます。個人的にはそのね作られたのが中国だろうが日本だろうが、最終的に出来上がったものがどうなのかっていうところ次第だと思ってるんで、自分は個人的にはねどこで作られたっていうかなは気にしていないですけど、気になる人は気になるみたいで、中国工場で、アッセンブルされているリールというふうになっています。この辺はね個人の、考えによるものなので、嫌いな人は避ければいいし、気にしない人は購入したらいいと思います。はい、ということでですね、今回ねこの動画はこれで以上になります。最初の方にも伝えたんですけど、詳細なねレビュー動画は別の動画で上げていますので、ぜひそちらの方も見ていってください。あとね、合意する各種 SNS やっております。お気軽にフォローの方お願いします。で、最後にね、このチャンネル、サブチャンネルなんですけど、ぜひこちらもね、登録、いいねを押していただいて、メインチャンネルの方もまだ登録してなければ、そちらの方も見ていってください。それではね、今回動画はこれで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。